2018年4月、医療制度改正に伴い新たに保険制度に入った口腔機能発達不全症、咀嚼や嚥下の障害、さらには口呼吸などの口腔機能異常の修正・回復を推し進め始めた日本。大きな転換期を迎えている歯科業界の中で、その解決の鍵、舌の動きにいち早く注目した歯科医師の取り組みを追いました。栃木県鹿沼市にあるイクシーファミリー歯科。理事長の阿部秀弘さんは今年、一般社団法人口育協会を立ち上げ、口育という新しい概念を提唱しています。歯並びが悪くなっていく原因っていうのが成長過程のどこでどのような形で生じてくるのか、これにちょっと疑問を持って、考えていこうと。歯科的に言えば歯並びが悪くなるのは遺伝ではなくて明確な原因があると。でそういったものをちゃんと正していこうっていうのが、口育。口育とは新生児期からの呼吸や嚥下などの筋機能に着目し、体の成長を手助けするというもの。その鍵の一つが専門スタッフが子どもたちに教える MFT による舌のトレーニング。ガムトレーニングは、ガムを奥歯でしっかり噛んでいただいて、ベロのスポットっていうのがあるんですが、そこにガムをグッと押し付けてもらってベロを挙上させる練習をしています。幼少期からトレーニングを行うことで、顎周りの筋肉の正常な発達を促しています。歯の大切さをすごく知ったっていうのが一番大きいですね。鼻も詰まってるのもあったんで、かなりずっと口呼吸でした。最近はやっぱり眠ってる時見ても口閉じて鼻で息してるんで、すごいなと思ってるんですけど。そして口育の最前線ともいえるのが、日本で初めて歯科医院内に併設した企業主導型保育園。早期から正常な口腔環境を育むため、さまざまなプログラムを取り入れています。顔面育成ということで MFT 絡みのことを取り入れて、楽しく歌を歌いながら相指体操をやりましょうという形で、何パターンかいろんな曲があるんですけども、それを実際朝昼3時っていう形でやっています。1日3回行う相指体操。舌を大きく動かすように下肢を変え、舌の筋肉の成長を促します。さらに専門の看護師が哺乳や食事など園児の口腔診断とデータ収集を行い、口育に役立てています。母乳のあげ方とか、コップを使っているかとか、マグマグを今まで使ったことがあるかどうかっていうことが、歯並びですとか、そういった舌の癖とか、そういったものに影響しているんじゃないかっていうところを、どういったところで関連していくのかなっていうところを、私たちの方でも考えていくような形で、関わっています。口育で重要なポイントの一つ、食事にも秘密が。その子の成長度合いが今どの段階にあるのかっていうところによって、形態ですとか、どんなものを食べられるっていうのが変わってくるんですね。どういうふうに今食べ物をもぐもぐしてるのかなっていうのをほっぺたとか唇のこの結び方とかで判断できるので、今こういう食べ方をしてるから大きさを変えたりしてみようかなっていうところで、見たりしてますね。さらに阿部理事長が着目しているのが哺乳瓶、ビーンスターク。乳幼児が母乳を飲む際の舌のしごき取る動きを研究してきた朝日大学歯学部の田村教授が開発に携わり製品化したこちらを使うことで、舌の筋肉の発達を手助けすることができるといいます。セミナー活動であるとか、書籍を発行したり、いろんな形で日本に広めていきたいな。海外ではかなりこの分野が進んでいるので、基本的には今いる日本の歯医者さん方も海外に行って勉強したりとか、そういったものの橋渡し的なことも今後やっていきたいなというふうに考えています。阿部理事長の目指す口育の普及。歯科の新たな概念が豊かな生活の根幹を作り上げるのかもしれません。